こんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は1976年の F1 世界選手権、特に王者ニキラウダを襲ったドイツグランプリ事故について解説するぜ。このチャンネルではできる限り、3D の再現 VTR を使って、当時の状況をわかりやすくお伝えしています。ゆっくりしていってね。ニキラウダは1949年生まれ、オーストリア出身だ。1971年、22歳の時にマーチから F1 デビューを果たした。資産家の両親はラウダがレーサーになるのに大反対。それどころか、あの手この手で妨害したそうだ。関係各所に圧力をかけて回ったらしい。それでもレーサーになれちゃったのね。ラウダのレーサーとしての実力が認められたんだ。それにラウダは資金繰りや自己アピールといったレース外での立ち回りが非常に秀逸だったという。1971年はマーチで1戦に出場、運転ミスでリタイアだった。1972年も引き続きマーチで全12戦を戦い、最高で7位。ノーポイントのため総合順位はついていない。あと一人抜けばポイント獲得だったわね。惜しかったわね。ああ。1972年のマーチはマシン開発が混迷しており、シーズン中に2回もマシンが変わってしまった。ラウダはマシン調整に四苦八苦して乗っていた。なおこの2年間、チームメイトにロニー・ピーターソンがいて親交を深めた。ピーターソンはマーチのエースドライバーとして別格の待遇を受けていたが、最高3位、総合9位だった。1972年末、マーチの資金難からラウダは契約を解除される。ラウダは持ち前の交渉力を発揮し、資金持ち込みを条件にブリティッシュレーシングモータースの F1 シートを獲得する。持ち込みって、出場にかかる資金を自分で用意するってことよね。相変わらず実家の援助はないんでしょ？ F1 に出場する資金なんてあったの？主に借金で工面していたようだ。1973年の途中からは実力が認められ BRM から逆に報酬をもらって乗るようになるが、そこまでに膨れた借金は数千万円に上るらしい。それでも乗る価値が、F1 のシートにはあるのね。この資金繰りに苦しんだ1973年、ラウダは去年に続きマシントラブルにも苦しめられた。15戦中、完走は5戦だけだ。とはいえ5月のベルギーグランプリでは予選14位から決勝で追い上げ5位入賞。初のポイントを獲得した。マシントラブルじゃラウダの速さはわからないわよね。実際、実力はどうだったのかしら。チームメイトはラウダの速さを感じていた。実際、決勝レースにおいてもリタイアするまでの走りはズバ抜けて鋭かった。そして元 BRM チームメイトで現フェラーリ所属のクレイ・レガツォーニがラウダをフェラーリに推薦。また、ラウダの走りを見たフェラーリのルカ・モンテゼイモロ新監督がラウダを引き抜き、ラウダのフェラーリ移籍が決まった。フェラーリは成績不振でチームの再編に勤しんでいた。ちょうど、才能ある若者を探していたんだ。1973年シーズン終了後、ラウダは早速フェラーリ 312B3 をテストすると、マシンの欠点をズバズバ言い始めた。ラウダの指摘は理知的で正確だが一切遠慮がなかった。それを聞くエンツォ・フェラーリ氏はチームの中ではまさに神様のような存在で、死の前でマシンの欠点を言うなどご法度だったが、ラウダはお構いなしだ。心身に情熱を宿すフェラーリ氏と冷静沈着なラウダは性格的に合わなかったようだ。お互い認め合っていたものの言い争いは絶えなかった。オーストリア人のラウダとイタリア人のフェラーリ氏の会話は通訳が介されたが、特にラウダからの汚い言葉に対し、通訳者は通訳を拒否することもあったそうだ。よく名門フェラーリチームで長くやれたわね。ラウダの実力があればこそだ。1974年、第1戦でラウダはいきなり準優勝してみせた。そして第4戦のスペイングランプリでとうとう初優勝した。第8戦のオランダグランプリも優勝。しかし後半は操縦ミスからのリタイアが相次ぎ、年間総合4位の成績だった。全15戦のうち、ポールポジションはなんと9回。ここ一発の速さは誰よりも持っていたが、シーズンを通して安定性が常に課題だった。1974年シーズンが閉幕すると、ラウダは徹底してマシンのセッティングを磨いた。翌1975年は弱点を正確に克服した走りを見せた。14戦中5戦で優勝し、ポイントで2位を圧倒的に引き離してワールドチャンピオンに輝いた。もちろんラウダは初のチャンピオン獲得、フェラーリチームとしても1964年以来、11年ぶりの快挙だった。26歳の時ね。すごいわ、もう世界一まで行っちゃったのね。そしてこの動画の本誌である、1976年シーズンがやってくる。ラウダは昨年よりさらに切れ味鋭い走りを見せた。16戦中9戦が終わって優勝5回、準優勝が2回だ。圧倒的すぎる、もうそこまでのポイントで年間チャンピオン取れちゃいそうね。下手したらそうだな。そして10戦目、
1976年7月30日から8月1日にかけて行われたドイツグランプリのことだ。天候は不安定で時折雨が降っていた。スタートグリッドを決めるための予選は3回に分けて行われた。7月30日、午前。予選1回目のトップはラウダだ。続いて午後、予選2回目のトップはジェームス・ハント。ポイントで総合2位につけているラウダのライバルだ。ハントのタイムは1回目のラウダのタイムより良かったためハントが暫定ポールを得た。そして翌日、3回目の予選は大雨で誰もハントのタイムを更新できず、ハントのポールポジション獲得が決まった。ラウダは2番手スタートとなった。決勝は8月1日。14周を最速で回ったドライバーが勝者となる。14周って結構短くない？コースはドイツのニョルブルクリンク北コース。1周 22.8 キロもある世界最長の国際サーキットなんだぜ。なお F1 でこのコースを走るのは今年が最後と決まっていた。なんでなくなっちゃうの？コースが長いと路面のメンテや要員の配置などにコストがかかる。また、年々厳しくなるコースの安全基準に適合するためのコース改修費用は膨大で、適合を諦めたんだ。そのままだとこの先の安全基準に適合できないってことは、結構荒れたコースなのかしら。路面が荒れてるのはもちろん、退避エリアが確保できず救急隊員が近くで待機できなかったり、マシンが跳ねるジャンピングスポットがあったりする。また山脈にあるためコース幅は狭く、高低差も300メートルある。サーキットというより峠道だ。日曜日の朝、雨も降っておりラウダは中止を提言した。ポールポジションを獲得したジェームス・ハントほか、決行を支持する選手もいて紛糾した。ジェームス・ハントは2週間前のイギリスグランプリでラウダを抜いてトップチェッカーを受けたにもかかわらず出走権取り消しで失格となっており、リベンジに燃えていた。最終的に運営は実施を決定。ほとんどのチームは雨用のレーンタイヤを選択する。一部スリックタイヤを選んだチームもあった。天候が回復すればスリックが早い。天候がどっちに転ぶかの賭けね。レースは26台で14時過ぎにスタートした。路面が濡れていたためラウダは2速で発進。それでもタイヤがグリップせずホイールスピンしてしまい出遅れた。スタート直後から天候はみるみる回復した。そうなるとスリックタイヤが速い。1周目が終わってラウダは9番手だ。ラウダを含め多くのマシンがピットインし、レーンタイヤからスリックタイヤに交換した。ラウダはタイヤ交換しなかった先頭集団を追いかける。そのレース2周目で事故が起こった。コース北部のベルグコーナー手前の左コーナーでのことだ。ここはほぼ全開で駆け抜ける高速コーナーで、当時、時速200キロ近く出ていたようだ。ラウダのマシンはコーナー内側の縁石に乗った途端突如動きを乱し、スピン。コーナー外側のフェンスに激突した。その衝撃で満タンに近いガソリンタンクに引火。マシンは炎上しながらコース中央で停止した。その直後、後続のブレッド・ランガーが追突。さらにハラルド・アートルが2台に追突した。3台が絡む、大事故になっちゃったのね。4台だな。ラウダの真後ろにいたガイ・エドワーズはマシン同士の接触は避けたが、コントロールを失いガードレールに衝突して止まったようだ。ブラインドコーナーなのね。狭い道でマシンが横になってたらそりゃぶつかるしかないんでしょうね。ラウダは炎上するマシンの中で脱出できずにいたが、フェンスに激突した衝撃でヘルメットが脱げており、頭部が剥き出しだった。すぐに救出せねばラウダの命はない。救出に当たったのは事故に巻き込まれた3人に、後ろから来たアルプーロ・メルツァリオを加えた4人だ。ラウダは約45秒間炎の中にいた後、救出された。救出後は手振りなどでコミュニケーションできていたが、顔の火傷、肺の熱傷、有毒ガスの吸引などで重傷だった。ひどい事故、そもそも最初にラウダ選手がスピンしたのはなぜなの？不明だ。ラウダ本人はタイヤのトラブルだと話していた。一方フェラーリはサスペンションのトラブルと分析している。ラウダの操縦ミスとする意見も多いようだ。不明ゆえに、誰に対してもペナルティ等は発生していない。ラウダはドクターヘリで近隣の病院へ搬送されていった。事故現場には通過できないマシンがたまりもうレースどころではなかった。事故から1時間後、レースは再スタートとなった。優勝はポイントランキング2番手のジェームス・ハント。これでラウダとの得点差は大きく縮まった。サーキットではラウダは助からないのではないかとの噂が流れていた。実際にラウダは死の淵をさまよっていた。一時は葬儀のために司祭まで病室に呼ばれていた。しかしラウダは驚異の生命力で危機を乗り切る。それどころか42日後のイタリアグランプリに、まだ治りきっていない体で出場。4位に入賞する。超人すぎる。これを機に、それまでは走りの精密さからコンピュータなどと呼ばれていたラウダが不死鳥と呼ばれ出した。
以降、優勝こそなかったがシーズン前半の貯金を守り、ジェームス・ハントと3ポイント差、ランキングトップで最終戦の日本グランプリを迎える。10月24日の決勝レースは大雨。かつ富士スピードウェイは高所にあるため濃霧がかかり、コンディションとしては最悪だった。水しぶきがやばすぎる。ラウダはレースを棄権。一方のハントは3位に入賞し、4ポイントを獲得。1ポイント差でハントがワールドチャンピオンに輝いた。ワールドチャンピオンがかかった最終戦を棄権だなんて、ラウダ選手、ドイツグランプリがトラウマになってたのかしら。いや、走りっぷりからはレースへの怖さはなかったようだ。ドイツグランプリの事故の瞬間は覚えていないらしいしな。それに一言で棄権と言ったが、まあ色々あったんだぜ。せっかくの日本戦だから動画を別立てしていずれ解説するぜ。なおラウダの完全回復とリベンジは翌1977年シーズンで見られることになる。こちらもまた解説したいと思う。頼むわね。以上、今回は1976年の F1 世界選手権、特に王者ニキラウダを襲ったドイツグランプリ事故について解説させてもらったぜ。最後まで、ご視聴ありがとうございました。これからもモータースポーツを中心に 3D の再現 VTR 付きで解説していくので、よかったらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。また見てね。